官邸主導って聞くと、会議で強く押し切る政治を想像しがちです。でも本当に怖いのは、そういう目に見える強さじゃありません。人事を握ることで、まだ命令されていない段階から、現場の空気まで変えられることです。転機としてよく挙げられるのが、2014年の内閣人事局発足です。ここで幹部職員人事の一元管理が制度化され、各省の上位人事に総理と官房長官が協議で深く関わる形が強まりました。表現は地味でも、政治と官僚の距離を縮めるには十分大きな変更でした。法律の概要を見ると、幹部候補者名簿、適格性審査、そして任命を行う前の協議という流れが並んでいます。つまり各省が完全に自前で決める形ではなく、上位の人事判断に中央の視線が入る仕組みです。ここを押さえると、なぜ人事が政治の力になるのかが見えやすくなります。しかも話は幹部人事だけで終わりません。内閣人事局は各府省を通じた人事管理運営方針の総合調整も担います。毎年度の方針が総理決定で回ること自体が現場にとっては何が今の政治の優先順位かを読むシグナルになります。制度文が穏やかでも受け止め方は穏やかとは限りません。もちろん建前だけ見ればこの制度には合理性があります。縦割りを超えて人材を動かしやすくする、重要政策に必要な人を各省の都合より先に配置しやすくする、危機対応や横断課題では確かにそういう発想が必要な場面もあります。だからこそ批判する側も建前を無視してはいけません。でも人が制度をどう感じるかは別の話です。局長や次官に近いポストを目指す人ほど評価、異動、将来の配置に敏感になります。中央がそのラインへ関わると分かっていれば明確な指示がなくても先に空気を読み始めるのは自然な反応です。圧力の入り口は言葉より将来不安なんです。ここが大事です。官邸主導の怖さは毎回電話で指示が飛ぶことではありません。むしろ言われる前にこれは嫌がられそうだ、これは歓迎されそうだと想像して案の作り方そのものが変わっていくことです。強い言葉がなくても構想だけで十分効くんです。流れを単純化するとこうです。人事を握る、すると逆らいにくくなる、逆らいにくくなると上へ持っていく情報や結論の形が整い始める。最後に官邸へ届く頃には最初の現場で見えていたはずの選択肢がかなり薄くなっているかもしれないんです。ここで一度賛成側の理屈も正面から見ておきます。巨大な行政を動かすなら総理が必要な人材をある程度動かせなければ責任だけを持って実行できない。危機が続く時代に指揮系統を太くしたいという感覚は決して特殊な考えではありません。横断課題ではその理屈には強さがあります。ただし早く動けることと正しく監督されることは別です。中央集権が必要な場面はある。でもその中央集権の中で誰が何を見てなぜその配置や判断になったのかが追えなければスピードの代わりにブラックボックスを買うことになります。そこが最大の分かれ目です。さらに見逃せないのが人事に関する情報の集まり方です。法律概要では各機関から人事に関する情報の提供を求める仕組みも示されています。誰がどの能力を持ちどこでどう評価され次にどこへ回せるか、そうした情報が中央へ集まるほど人事はただの配置ではなく組織全体を読むレバーになります。だから実際に聞くのは命令書よりシグナルです。今年はこの方向が評価されるらしい、ここは官邸案件だから慎重に扱った方がいいらしい、そういう共有感覚が広がると個々の官僚が悪意で動かなくても全体の出力は自然と一方向へ寄っていきます。構造の怖さはここにあります。ここでよく出る反論だ。総理は選挙で選ばれた政治のトップなんだから行政を動かす力を持つのは当然だというものです。確かに国民に責任を負う側が幹部人事一定の影響力を持つこと自体は民主主義と矛盾しません。問題はその力がどう記録されどう制御されるかです。強い政治主導でも後から点検できるなら意味が変わります。どの理由でその人事になったのか、誰が関わったのか、異なる案があったのか、そういうログと説明が残るなら中央集権はまだ監督可能です。逆にそれが薄いままなら見えない権力だけが太くなります。この仕組みが一番怖く見えるのは政権にとって都合の悪い数字や重い副作用を伴う政策判断が出てきた時です。真正面から隠さなくても出し方を工夫するだけで政治の受け取り方はかなり変わる。だから焦点は不正の証拠探しより情報の通り道がどこまで偏り得るかを見ることなんです。ここまでを式にするととても単純です。人事を握る、空気が変わる、空気が変わると情報の流れが変わる。つまり官邸主導の正体は命令系統の強さだけではなく判断の土台になる情報の形を先に整えられることです。そこまで届いて初めてこの話の怖さが見えてきます。だから今後このテーマを見るときに確認すべき点は絞れます。1つ、人事判断の理由と記録がどこまで残るのか。2つ、国会や第三者が後から検証できるのか。3つ、各所から上がる異論や不利な裁量が途中で細らずに届く設定になっているのか。この3つです。このテーマを一言でまとめるなら官邸主導の正体は命令が強いことではなく人事を通じて判断の前提を整えられることです。だから怖いのは独裁っぽい言葉ではありません。見えないまま空気がより情報がより最後の判断まで寄っていく構造です。ここで一つ誤解しない方がいい点もあります。人事が聞くからといって全てが裏で完全に操られていると決めつける必要はありません。
実際の行政はもっと複雑で、現場には手法も修正もあります。ただ、その複雑さの中でも、重心がどこにあるかで全体の傾きは変わる。それが今見ている話です。しかも制度は能力、実績主義と正面からぶつかるわけではありません。むしろ能力や実績をどう見るか、その評価の重み付けを誰が読むかが問題になります。建前の MERIT と実際に感じる SIGNAL がずれた瞬間、現場は公式の記事より空気の方を信じやすくなります。実務をイメージすると分かりやすいです。最初の担当が資料を作る、課長が直す、局長が通す、さらに上行く、各段階で、これは通りやすい言い方か、これは下げた方がいい論点か、少しずつ整えられる。その途中に人事の圧力がにじむほど、最後に届く文書は最初とは違う顔になります。特に危ういのは、悪い知らせをどう上げるかです。数字が想定より悪い、政策の副作用が重い、現場の反発が強い、そういう話ほど本来は率直に上がらないといけない。でも出世や配置を意識する組織では、悪い知らせほど表現を柔らかくして出したくなる。そこが民主主義にとってかなり危険なポイントです。もう一つ大事なのは、毎年度の人事方針の読み方です。能力、実績主義、中途採用、配置の柔軟化、研修重点、文章だけを見れば普通です。でも現場は、その普通の文章を、その年に何が評価されるかという SIGNL として読む。だから制度文と運用感覚の間に静かなズレが生まれます。だから安全装置としてまず必要なのは独立した監督です。官邸や各省の内部だけで完結する自己点検では足りません。誰が関与し、なぜその人事や判断になったのかを後から外部が検証できる仕組みがいる。ログが残り、アクセス権があり、結果を報告できる。そこまであって初めて歯止めになります。次に必要なのは国会による継続監視です。大きな問題が起きた時だけ騒ぐのでは遅い。どんな基準で幹部人事が動き、どんな方針が毎年出て、どこでいろんな処理されたのかを定期的に問い続ける関与が必要です。政治主導を認めるなら、同じだけ政治の場で説明させないと釣り合いません。そして理由の書面化です。誰を選び、誰を外し、なぜその配置が必要だと判断したのか、全部を公開できなくても少なくとも後から検証できる程度には残しておかないと説明責任は空分化します。記録が薄い組織では最後に残るのはみんなそう思っていたという曖昧な空気だけです。結局、官邸主導を全面否定するか全面肯定するかより、どんな条件なら許せるのかを詰める方が重要です。独立監督、国会監視、理由の記録、いろんな届く回路、この条件が弱いままなら危ない。逆に条件を強く置けるなら、政治主導と歯止めを両立させる余地はあります。ここまで見てきた通り、官邸主導の論点は単なる印象論ではありません。人事、空気、情報、監督、この4つがどう組み合わさるかで、政治主導は必要な統制にも危ない集中にもなります。だから判断するときは、言葉の強さより制度の条件を見る必要があります。実は制度設計の中でも、全部を完全に一元化しているわけではありません。法律概要では、人事院、検察庁、会計検査院、検察庁、外局として置かれる委員会など、職務の特殊性に配慮した例外や調整の考え方も置かれています。ここは重要で、政府自身も政治の力をそのまま全面適用できない領域があると分かっているんです。逆に言えば、全部が同じ強さで官邸に吸い寄せられるわけでもありません。省庁ごとに文化も職務も違うし、法的な独立性や専門性が強い領域ほど、単純な号令だけでは動きにくい。だからこそ、実際に起きるのは一気に全面支配ではなく、重心がじわじわ動いて、聞きやすい領域から先に傾くという形なんです。今後ニュースを追うなら、見る場所はかなりはっきりしています。誰の人事が動いたか、毎年の方針で何が強調されたか、都合の悪い数字や異論がどう処理されたか、そこを追えば、官邸主導がただのリーダーシップなのか、それとも情報の流れまで変えているのかが、少しずつ見えてきます。今後もし、もっと強い官邸主導が必要だという話が出たら、同時に何を要求するかが大切です。独立監督はつくのか、理由の記録は残るのか、悪い知らせを上げても不利になりにくい回路はあるのか、この3つを一緒に聞かないと、議論はすぐに強いか弱いかだけの話に戻ってしまいます。ニュースで官邸主導という言葉が出たら、私はいつも3つに翻訳して考えるようにしています。誰が人事を握るのか、誰が情報の見せ方を整えるのか、誰が後からそれを監督できるのか、この翻訳さえ持っていれば、派手な言葉に振り回されずに中身を見られます。あなたはどう見ますか？強い政治主導は必要だけれど、その代わり監督をもっと厚くすべきだと思いますか？それとも、人事へここまで中央が入る視点で危ないと思いますか？賛成でも反対でも、理由を記録、外部検証、
異論が届くかの3点に沿ってコメントで教えてください。